第11章。タルトを盗んだのは誰？ハートの王様と女王が玉座についていた。周りにはありとあらゆる小鳥や小さな獣たち、それにトランプの一組全部がずらりと集まっている。ハートのジャックが鎖につながれ、両側を兵士に守られて王と女王の前に立っていた。王様のすぐそばには白ウサギが片手にラッパ、もう片方の手に羊皮紙の巻物を持っていた。法廷のちょうど真ん中にはテーブルがあり、タルトの大皿が乗っている。あまりに美味しそうで、見ているだけでお腹が空いてきた。早く裁判を終わらせてお菓子を配ってくれないかしら。とアリスは思った。でもそうなりそうな気配はなく、暇つぶしに辺りを見回し始めた。アリスはこれまで一度も法廷に入ったことがなかったが、本で読んだことはあったから、主務の者の名前がほとんど分かって嬉しかった。あれが裁判官ね。とつぶやいた。あの大きなカツラでわかるわ。ちなみに裁判官は王様だった。カツラの上に王冠をかぶっているので、どう見ても気持ちよさそうではなかったし、確かに似合ってもいなかった。あれが陪審席ね。アリスは思った。あの12匹の生き物は生き物と言わなければならなかったのは、鳥もいれば獣もいたからだ。きっと陪審員ね。この最後の言葉は2、3度自分に向かって繰り返した。同い年の子でこの言葉の意味を知っている子はほとんどいないだろうがな、ちょっと得意だったのだ。もっとも陪審員さん。でもよかったのだが、12人の陪審員は皆石板に何やらせっせと書いていた。何を書いているの？アリスはグリフォンにささやいた。まだ裁判も始まっていないのに書くことなんてないでしょ。自分の名前を書いているんだ。グリフォンがささやき返した。裁判が終わるまでに忘れちゃうといけないからな。おバカさんたち。アリスは大きな声で怒って言いかけたが、慌てて口をつぐんだ。白ウサギが法廷内ご静粛にと叫び、王様が眼鏡をかけて誰が喋っているのかとキョロキョロ見回したからだ。アリスにはまるで肩虫に覗き込んでいるかのように、陪審員がみんな石板におバカさんたちと書いているのが見えた。おまけに一人はおバカ。の字が書けなくて、隣に教えてもらっているのまで分かった。裁判が終わる頃には石板がとんでもないことになっているわ。アリスは思った。陪審員の一人がキーキー音のする鉛筆を持っていた。これはさすがのアリスにも我慢できず、法廷をぐるりと回ってその陪審員の後ろに行き、隙を見て鉛筆を取り上げた。あまりに素早かったので、かわいそうな小さな陪審員トカゲのビルだったは何が起こったかさっぱりわからなかった。あちこち探し回った挙句、その日はずっと指で書くしかなかった。もっとも石板には跡がつかないのだから、全く意味がなかったのだな。伝令、起訴状を読み上げよう。王様が言った。守護ウサギはラッパを3度吹き鳴らし、それから羊皮紙の巻物を広げて読み上げた。ハートの女王がタルトをこしらえた。ある夏の日のこと、ハートのジャックがタルトを盗んだ。そっくりそのまま持ち去った。評決を申し渡すのじゃ。王様が陪審員に言った。まだです、まだです。ウサギが慌てて遮った。その前にまだいろいろありますから。最初の証人を呼べ。王様が言った。白ウサギがラッパを3度吹き鳴らし、最初の証人と呼んだ。最初の証人は帽子屋だった。片手にティーカップ、もう片方にバター付きパンを持って入ってきた。恐れ入ります、王様。と切り出した。こんなものを持ち込んで、でも呼び出しが来たとき、まだお茶の途中だったものですから。終わらせておくべきであった。王様が言った。いつ始めた？帽子屋は3月ウサギの方を見た。3月ウサギは山根と腕を組んで法廷についてきていた。3月14日だったと思います。と帽子屋は言った。15日だ。3月ウサギが言った。16日だ。山根が言った。書き留めよ。王様が陪審人に言った。陪審人は張り切って3つの日付を全部石板に書き取り、足し算して答えをシリングとペンスに換算した。帽子を取れ。王様が帽子屋に言った。私のじゃありません。帽子屋が言った。盗品か。王様は陪審員の方を向いて叫んだ。陪審員はたちまちこの事実をメモした。売り物で置いてあるんです。帽子屋は弁解した。自分のは一つもないんです。私は帽子屋ですから。ここで女王が眼鏡をかけて
帽子屋をじろじろ見始めた。帽子屋は真っ青になってそわそわした。証言を述べよ。王様が言った。びくつくな。さもなくばこの場で処刑するぞ。これでは証人を励ますどころではなかった。帽子屋はもじもじと足踏みし、不安そうに女王を見つめ、動揺のあまりバター付きパンの代わりにティーカップを大きくかぶりとかしった。ちょうどその時アリスは不思議な感覚を覚えた。最初はわけがわからなかったが、やがてわかった。また大きくなり始めていたのだ。最初は立ち上がって法廷を出ようと思ったが、考え直して居場所がある限りここにいることにした。そんなに急で押さないでくれよ。隣に座っていた山根が言った。息ができないよ。仕方がないのよ。アリスは塩らしく言った。大きくなっているんだもの。ここで大きくなる権利なんかないだろ。山根が言った。バカなこと言わないで。アリスは少し大胆になっていった。あなただって大きくなっているでしょ。あ、でも俺はまともな速さで大きくなるんだ。山根が言った。そんな無茶苦茶な大きくなり方じゃなくてね。拗ねて立ち上がり、法廷の反対側に移っていった。この間ずっと女王は帽子屋をじっと睨みつけていたが、山根が法廷を横切った途端、定義に言った。この前の演奏会の出演者のリストを持ってこい。哀れな帽子屋はブルブル震えて、靴が両方とも脱げ落ちた。証言を述べよ。王様は怒って繰り返した。さもなくば緊張していようといまいと処刑するぞ。あっしは貧乏人でして、王様。帽子屋は震える声で言い始めた。お茶もまだ飲み始めていなくて、1週間かそこら前はター付きパンがだんだん薄くなってお茶がキラキラして。何がキラキラしたのじゃ。王様が言った。お茶から始まりました。帽子屋が答えた。キラキラは木から始まるに決まっておる。王様がピシャリと言った。わしをバカ者と思っておるのか。続けよう。あっしは貧乏人でして。帽子屋は続けた。それからあとはだいたい何もかもキラキラして。ただ3月ウサギが言ったんですが。言ってない。3月ウサギが大急ぎで遮った。言った。帽子屋が言った。否認する。3月ウサギが言った。否認しておるな。王様が言った。その部分は省略せよ。わあ、とにかく山根が言ったんですが。帽子屋は続けた。山根も否認するのではないかと心配そうに辺りを見回したが、山根はぐっすり眠っていて何も否認しなかった。この後、帽子屋は続けた。バター付きパンをもう少し切ったのですが。で、山根は何と言ったのだ。陪審人の一人が聞いた。それが思い出せません。帽子屋が言った。思い出さねばならん。王様が言った。さもなくば処刑じゃ。惨めな帽子屋はティーカップとバター付きパンを落とし、片膝をついた。あっしは貧乏人でして、王様。と言い始めた。お前は話の貧しいやつじゃ。王様が言った。ここでモルモットの一匹が歓声を上げたが、たちまち定理たちに取り押さえられた。これはちょっと分かりにくい言葉なので、どうやったか説明しよう。大きな補丁を持ってきて、口を紐で縛れるようになっていた。その中にモルモットを頭から押し込み、上に座ったのだ。あの場面が見られてよかったわ。アリスは思った。新聞の裁判の記事の最後によく出てくる拍手の動きがあったが、直ちに定理に鎮圧されたっていうの、今までどういう意味かわからなかったけど、やっとわかったわ。それだけしか知らんなら下がってよろしい。王様が言った。これ以上は下がれません。帽子屋が言った。すでに床の上なんですから。ならば座ってよろしい。王様が答えた。ここでもう一匹のモルモットが歓声を上げて鎮圧された。やれやれ、モルモットはこれでおしまいね。アリスは思った。これからは少しマシになるわ。お茶の続きを飲みに帰りたいんですが。帽子屋は歌手のリストを読んでいる女王の方を不安げに見ながら言った。下がってよろしい。王様が言った。帽子屋は靴も履かずに大急ぎで法廷から出て行った。外に出たら首をはねておけ。女王が定理の一人に急えた。だが帽子屋は定理が扉にたどり着く前に姿を消していた。次の証人を呼べ。王様が言った。次の証人は公爵夫人の料理番だった。交渉入れを手に持っていて、
法廷に入ってくる前から扉の近くの人たちが一斉にくしゃみをし始めたので、アリスには誰だかすぐに分かった。証言を述べよ。王様が言った。嫌だ。料理番が言った。王様は白ウサギを不安そうに見た。ウサギが小声で言った。王様がこの証人を反対尋問なさらなければなりません。仕方あるまい。王様は気が重そうに腕を組んで料理番に目がほとんど見えなくなるほど眉を潜めて睨みつけてから低い声で聞いた。タルトは何でできている？だいたい故障だ。料理番が言った。隠密だよ。後ろで眠らそうな声がした。あの山根を取り押さえよ。女王が金切り声を上げた。あの山根の首をはねよ。あの山根を法廷から追い出せ。黙らせろ。つねれ。ひげを引っこ抜け。数分間、法廷中が大騒ぎになって山根を追い出し、やっと収まった時には料理番はいなくなっていた。構わん。王様はいかにもほっとした様子で言った。次の証人を呼べ。それから女王に小声で付け加えた。本当にね、お前。次の証人はお前が反対尋問してくれ。おでこが痛くなってきた。アリスは白ウサギがリストをあれこれいじるのを見つめた。次の証人は誰だろうと気になって仕方がない。だってまだ全然証拠らしい証拠が出ていないもの。とつぶやいた。びっくり仰天したのは白ウサギが甲高い声で読み上げた名前がアリス。だったのだ。